皆さんこんにちは、渡旅です。大阪から鹿児島県を目指し、ようやく宮崎県の都城に入りました。長期の滞在はできませんが、今回の旅は鹿児島県の絶景や温泉を巡りたいと思います。鹿児島県の温泉宿を探してたら気になる宿を見つけましたので、今日はそこに宿泊します。場所は鹿児島県霧島市。市街地からそう遠く離れていない山の中の渓谷沿いに突如現れる山の湯という温泉宿です。今回も道中の観光スポットに立ち寄りながら向かいます。まずは最初に鹿児島県との県境にある関能岳を目指します。はい、到着です。はい、関能滝に到着しました。大きな滝があるみたいなんで、そちらを見てみたいと思います。駐車場はね、こんな感じで24時間利用できる広い駐車場があります。駐車場の前にですね、カフェがあります。むっちゃおしゃれですね。この景色を眺めながらコーヒーやね、軽食が食べれるみたいです。テラス席もありますね。田園風景を眺めながらコーヒーがゆっくり飲めますね。滝はこっちみたいですね。もう滝の音が聞こえます。かなり近いですね。すごい。ちょっとカメラに映ってるかわかんないですけど、もうすでにね、すごい水しぶきを上げて滝が流れてます。これめちゃくちゃ迫力ありそうです。ここにも小さな滝が流れてます。これは神社ですかね。見たことないような形の神社です。川上神社っていうやっぱ神社みたいですね。九州で、最も古い水の神様みたいですね。徳川幕府の頃、今から約400年前からあるみたいです。はい。で、滝はすごい、もう見えてます。うわ、すごっ。すごい迫力。ここが展望台みたいですね。すごいな。こちらです。水量がめちゃくちゃすごいです。ここにね、橋があるんで渡れるみたいですね。行ってみたいと思います。落石発生中で、吊り橋はこ
こっちみたいですね。駐車場からすぐでしたね。ほんと1分ぐらい、1分2分ですね。うわ、すごい。すごい水しぶきが来ます。こっちにもね、映ってるかわかんないですけど、滝が流れてます。で、意外とね、こっから見るとそんなにですね、そんなにというか、さっきの展望台から見てる方がなんか迫力ある気がします。はい、それでは戻ります。日が昇ってきました。今日もカンカン照りですね。でもね、九州はもう明日から梅雨入りみたいです。残念です。はい、今からね、すぐ近くにある溝の口洞穴っていうね、人気の観光スポットに向かいます。ここからね、約5キロ、車で約11分の場所です。じゃあ、向かいます。よいしょ。鹿児島県に入りました。ミステリーパワースポットらしいよ。ミステリー。ここから 2.6 キロ。一般駐車場。これですね。よし。はい、到着しました。こちらが駐車場みたいですね。で、この先にも駐車場があるんですけど、優先駐車場となります。なんで、ここからはね、歩いていきます。洞穴の入り口は200メートル先みたいです。今100メートルぐらい進んできたんですけど、洞穴駐車場まで200メートルと書いてます。どういうことでしょうか。はい、駐車場に到着しました。こちらはね、優先駐車場で4台止めることができます。こちらはトイレみたいですね。貸し出し用懐中電灯ということはかなり暗いみたいですね。見学者の名簿を書かないとダメみたいです。昨日だけでね、30名ぐらい来られてますね。懐中電灯はこちらに5本用意してくれています。こちらの駐車場からもうすぐ目の前がね、洞穴になってます。では、行きます。この溝の口洞穴の入り口の幅が 14.6 メートルで高さが 6.4 メートルあるそうです。で、驚きなのがね、奥行きがないと思ってたんですけど、全長がなんと 209.5 メートルあるみたいです。中は思ってた以上に暗いですね。なので懐中電灯借りてきました。よし、頼りないな。さあ、行きます。この懐中電灯あんまり役に立たない。結構奥まで続いてます。
でもね、天井はねかなり高いんで、頭を打つとかそういうのはないです。全然役に立たんね、この懐中電灯。でもこの先は立ち入り禁止みたいです。外よりもこの中の方がねあったかいですね。このね洞穴の横は川になってますね。めちゃくちゃ綺麗。魚いますよ、この洞窟の中に。あれ何の魚やろ。映ってるかな。映ってますかね。魚が泳いでます。行ける場所はこの辺りまでですね。20メートルとかそれぐらいまでしか行くことができません。神秘的な場所でした。でやっぱりねもう少しね日が差した方がもっとねいい景色が見れると思います。斜めに光が差すぐらいの時間帯に来たらもっと雰囲気があっていいと思います。はい、では次の目的地に向かいます。人気の観光地ですけど、朝来たらね全く人がいないんでおすすめです。鹿児島もお茶って有名やったっけ。多分。じゃあところどころ茶畑があるね。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい、到着です。はい、到着しました。霧島山麓竹中池っていう池ですね。ここがね駐車場なんですけど、もう目の前に池があります。でこの池なんですけどね、めちゃくちゃ綺麗なんです。うわすごいな。水深はねどれぐらいだろう。もうそこまで見えてます。すごい綺麗で、あちらにねお店がありますね。流しそうめんとかやってるみたいです。池のね端っこまで来ました。いや本当に綺麗ですね。この近くにね丸池っていう似た感じのすごくね綺麗な池があるんですけど、知名度がある観光地なんで皆さんねそっちの方に行かれるんだと思います。だからねこっちの竹中池っていう池は全然お客さんがいません。ここの池は1日に9万3000トンの水が湧き出てるみたいです。霧島山系の標高1000メートル付近に降った雨が地中を通って50年の歳月を終えてここに湧き出てるみたいですね。ということはもし今日雨が降ったら50年後この池で湧き出るってことですかね。水がきれいなんでこの周辺はホタルがね多いみたいです。ちょうどあと1ヶ月ぐらいしたらホタルが多分見れると思います。はい、まだ開店1時間前なんですけど、中をね見させてもらえるってことなんでちょっと行ってきます。ここですね。本当や。うわ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 。すごい綺麗な鯉。こちらね鯉料理とかがすごくね評判だそうなんですけど、この池にいる鯉を出されてるわけではないみたいです。はい、10時になったんでねちょっとここでねご飯を食べたいと思います。これでねそうめんを流して食べるみたいです。はい、そうめんが到着しました。そうめん単品で700円でした。そうめんを流す意味って何なのかすごく今疑問に思った。いただきます。
コシがあるね。美味しい。美味しい。美味しい。はい、こちらね、鯉の洗いと、これ鯉の皮みたいですね。で、酢味噌をつけて食べるみたいです。で、こちらが鯉の味噌汁です。鯉コクですね。と、あとおにぎりですね。いただきます。そこまで癖はないかな。なんかちょっと鯉独特の感じはある。鯉コクは骨があるんで気をつけないとダメですね。鯉の洗いいただきます。分厚めですね。やっぱちょっと骨気になりますね。臭みとか癖とかは全くないんですけど、鯉の皮はちょっと初めて食べます。やっぱ皮なんで味とかないんで、食感を楽しむって感じです。フグの皮の湯引きしたやつみたいな感じです。ちょっと食べかけなんですけど、すいません。今、マスの塩焼きが来ました。これで、マス鯉定食ですね。これで、1800円ですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、じゃあね、次の目的地に向かいます。よし。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、ちょっとね気になったんで来ました。こちらはですね、塩日温泉、龍馬公園というところですね。龍馬とお龍の、日本初の新婚の湯みたいです。お風呂とか足湯とか、神社とかあるみたいですね。入園と足湯は無料みたいです。で、資料館と温泉入るのはこちらが受付みたいです。坂本龍馬が新婚旅行で訪れたみたいですね。これがハネムーンロードらしいんですけど、こっからねずーっとこの天の坂鉾っていうところまで新婚旅行で歩いたみたいです。こちらが坂本龍馬の資料館ですね。で、こっちが温泉で、こちらが足湯になってますね。これは無料みたいです。温泉卵とかタオルが売ってます。気になって寄っただけなんで、本命の場所はね、もうちょっと先に進んだところに、野湯が湧いてるんで、そこに入りたいと思います。はい、車が3、4台止めれそうなスペースがあったんで、そちらに止めてきました。で、温泉のね入り口はこの道路沿いにあるみたいです。ただちょっと車がねバンバン通るんで、なんか歩くのが気まずいですね。はい、多分ねこれが温泉の入り口ですね。はい、こちらはね正式名称かわかんないですけど、竹林の湯という、名前の温泉みたいです。こちらが入り口です。でもう早速行きますね。車がすごく通るんで危ないんでね。はい、結構多分利用客が多そうですね。そこまで荒れてないんで、道自体はね。よいしょ。竹がそこら中倒れてます。よいしょ。ある程度降りてきました。温泉はどこでしょうか。ここまで来ると車の通る音とか聞こえないですね。結構歩きますね。降りてすぐだと思ってたんですけど、湯気が上がってます。あれですね。うわ、ボコボコ開いてます。これですね。おー、すごい。めちゃくちゃ暑そうです。外気温が25度ぐらいあるんですけど、それでも湯気立ってるんで、だいぶ暑いんだと思います。よいしょ。なるほどなるほど。こ
こちらが新色でできたようなこのくぼみがね、浴槽代わりになってますね。上からずーっとここに流れてきてるんで、ちょうどいい温度になってるんだと思います。多分常連さんがいてるんでしょうね。ハンガーまで置いてあります。はい、こんな感じですね。この大自然の中にここにポツンとね、温泉が湧いてます。すごいな。ちなみにこの今川の中に入ってるんですけど、めちゃくちゃ冷たいです。温泉の成分でね、なんかすごいことになってますね。すごい。上は暑いんで、この下の方に入ってみます。めちゃくちゃちょうどいい温度です。うわ、何これ、最高。いや、この温度とこのロケーションは今まで入ったの湯で一番いいかもしれません。匂いはね、若干鉄の匂いがするんですかね。ちゃんと温泉の匂いはします。で、ここはゴツゴツしてるんで、怪我しないように気をつけないとダメです。贅沢すぎる。いや、本当にちょうどいい温度です。本当に源泉かけ流しなんで、水質もいいです。こっちにも入ってみます。こっちの方が深いですね。腰あたりまであります。全然熱くなかったですね。こっちもちょうどいい感じですね。はい、温泉入ってきました。久しぶりに野湯に入りました。今まで入った野湯の中では一番じゃないでしょうか。そんなに野湯に入ったことはないんですけど、ちょっと今川に入りたいぐらい体がポカポカしてます。じゃあね、戻ります。すごいな、車の交通量が。もう一気に現実に戻ります。はい、今からね、もう今日泊まる宿の方に向かいます。もうね、さっきの温泉から3分で着きます。こちらですね。ランチとかもやってるね。ここかな。はい、到着しました。こちらはね、鹿児島県霧島市の妙見温泉になるんですかね。山の湯っていうね、お宿になります。ここはね、10年以上ね、ずっと廃墟で放置された宿だったんですけど、2024年の3月にね、リニューアルしてまだ1年の、宿となってます。ちょっとね、気になったんでね、来てみました。早速チェックインしてきます。もうね、宿のすぐ横は渓谷になってます。西郷さんがいますね。西郷さんと犬がいます。犬がこっち見てる。はい、今回ね、泊まるお部屋がこちらの301ですね。はい、もう早速見てみたいと思います。はい。お部屋はこんな感じですね。まずこちらにダブルベッドぐらいのサイズが1つと、でこちらにも2つありますね。ベッドの
こっち側はくつろげるスペースとなってます。大きな窓があるんで、なんかすごく開放感がありますね。もともとね、廃墟だった、建物をリノベーションしてるんで、ちょっとね、古い感じはあります。ベッドルームのすぐこちら側が、トイレとシャワールームになってます。はい。トイレはこんな感じで、こちらがシャワールームとなってます。トイレとこのバスルームにスリッパがないのがちょっと気になります。こちらのお部屋ね、2人には十分すぎる広さで、ダブルベッドも3つあります。で、向こうのスペースと、で、こちらのスペース。こんだけね、広い部屋に対して、このクーラーが1つしかないので、ちょっとね、冷房の効きが悪いです。このクーラーのね、真下にいないと涼しくないですね。こちらの温泉なんですけど、露天風呂があります。で、この露天風呂はもう丸見えです。丸見えなんで、女性の方はね、ガウン着用して入らないといけないみたいです。こちらの温泉は 100% 源泉かけ流しだそうです。なので、たまにね、泉温状態が悪い時があるみたいですね。カフェとね、レストランもあるみたいですね。で、こちらのね、お宿の料金なんですけど、多分ね、一番広いお部屋だと思います。で、こちら1泊2食付き、大人2名で 18,560 円でした。お値段的にも安いお宿かなと思います。素泊まりとかだったらね、大人2名で1泊6,700 円とかでありますね。こういう広いお部屋じゃなくて、普通のお部屋だったらね、だいたい2名で15,000円ぐらいです。安い日だと、1泊2食付きで1人当たり7,000円ぐらいで宿泊することができます。日によってね、値段とかも変わると思うんで、まあ一応参考までに。じゃあちょっとね、館内の方散策してみます。はい、こっちはね、自炊スペースっていうのがありました。なんか食器があります。で、こっちにね、洗濯機もありますね。はい、温泉はこっちですね。ここは古着コーナーって書いてますね。ちょっとなんか癖のある感じです。こちらがね、レストランになるみたいです。レストランから出ると、こちらテラスになってますね。このテラスの向こうは渓谷になってるんですけど、真下見るとね、もう露天風呂だったんで撮影できません。戻ります。はい、ちょっと館内の方散策してきました。フロアガイドがなかったんで写真撮ってきました。1階はロビーと客室になりますね。2、4、6部屋あります。で、自炊スペースがあって、電子レンジとか自販機もありますね。で、フロントの前にはアメニティがあります。で、2階と3階は客室になってます。地下1階がレストランと宴会場になりますね。で、テラスもあります。地下2階が大浴場と露天風呂になりますね。はい、こんな感じでした。いろいろね、気になる点がありました。まず一つはね、動物がちょっと苦手な方は、このお宿は向いてないかと思います。まずね、入り口の方にワンちゃんがいました。まあ、入り口にワンちゃんがいるだけならね、別に気にならないんですけど、どこかでね、猫の鳴き声がすごくします。で、どこにいてるのかはちょっとわかんないんですけど、テラスの方に行くとね、その動物の糞尿の匂いがします。その糞尿の
匂いが気になりました。外観に惹かれてこちらの方にね宿泊したんですけど、外観と館内はかなりギャップがありますね。中はねモダンな感じで、地下1階はすごくね癖のある空間でした。なんか古着が売っていたり、なんかレトロなものが売っていたり、ちょっとねよくわからない空間でした。はい、じゃあ今からねお風呂に入ってきます。はい、温泉の方入ってきました。少しなんか古い感じの、大浴場でした。で大浴場もねそんなに、広くはなかったです。でお湯の方はね少し濁った感じのお湯でした。で泉質の方がですね、炭酸水素塩記載されている泉温の方は41度でした。で浴室内がですね、以前の状態がわからないんであれなんですけど、この改装する前の、温泉の壁だけね白く塗ったって感じの温泉でした。なんでちょっとねレトロ感のある、温泉です。はい、ではね夕食に向かいます。はい、夕食はこんな感じです。これがね霧島の黒豚ですね。で、こちら鶏刺しですね。あんまり食べる機会がないんで楽しみです。はい、いただきます。醤油ですけど、マグロですね。マグロ。美味しい。よいしょ。はい、黒豚いただきます。だし美味しいじゃん。はい、じゃあね鶏刺しいただきます。このね甘いタレにつけて食べるみたいです。いただきます。タレ甘っ。なんか独特な癖のあるタレ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、夕食の方食べてきました。ご飯の量は少ないかなと思ったら意外とねお腹いっぱいになりました。おはようございます。仕事が終わらなくて2時間くらいしか寝れませんでした。今から朝食に向かいます。猫がいましたね。2匹いてます。一応入れるみたいですね。猫好きな方はいいと思います。はい、今回はですねこの外観にね惹かれてこのお宿に泊まったんですけど、外観と館内はちょっとね違った印象ですごくね独特の空間でした。お料理とかこのねお部屋を楽しむっていうよりかはビジネスホテルというかゲストハウスみたいなお宿でした。で、泊まる際の注意点なんですけど、まずね入り口にワンちゃんがいるっていうのと、入り口入ってすぐ左手にね猫ちゃんのお部屋があります。なので、猫アレルギーとか持ってる人はもしかしたらダメかもしれません。あとはね外のテラスとかあの辺はちょっとねその動物のせいなのかはわからないですけど、ちょっとね動物の糞尿の匂いが、少しします。お値段はね本当に安いんで、節約旅行をしたい人とかね
あとは素泊まりとか、本当にね温泉を楽しみたい方とかはねすごくおすすめです。はい、じゃあそれではチェックアウトします。よし。はい、じゃあ次の目的地に向かいます。左方向です。1kmの隣です。